サバイバル対決 2470mm F4S vs 24120mm F4S。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。今回検証するレンズはニッコール Z2470mm F4S です。初期の Z6 のキットレンズでした。振動式でコンパクトなのとフォーカスブリージングがほとんどないので旅行や動画用に保管していましたが、最近はほとんど出番がありませんでした。このレンズに注目したのは新しく発売される Z シネマ ZR のキットレンズになっていたからです。このレンズを持っているといつか ZR をポチってやっぱ動画はフルサイズでしょうとなりかねません。ここはズーム域の被るニッコール Z24-120mm F4S と比較し、2470 F4 の方に優位性がなければ手放そうと思っています。振動させた状態では2470の方がコンパクトです。24mm の状態で比べると差が縮まります。70mm だとこんな感じです。重さが2470が 500g で24120が 630g で大差ない感じです。ボディは Z5-2 を使用します。それではLet's get started! ながチャンネルラウンド 1AF スピード。いつもの京王線の電車を連写してピントが来ているか調べます。このチャンネルではおなじみのテストですが、近づいてくる電車よりも遠ざかっていく電車にピントを追従させる方が難しいです。焦点距離 70mm、 シャッタースピードは1000分の1秒、絞りは開放の F4、 ISO はオートです。 AF は 3D トラッキングで被写体認識は乗り物です。連写モードは拡張高速連続撮影の RAW プラス JPEG なので秒間11コマです。2470mm F4 の近づいてくる電車15コマすべてにピントが来ていました。 2470mm F4 の遠ざかっていく電車15コマすべてにピントが来ていました。他の電車も連写しましたが全く問題ありませんでした。24-120mm F4 の近づいてくる電車15コマすべてにピントが来ていました。24-120mm F4 の
遠ざかっていく電車。ここで問題発生です。撮影時には気づかなかったのですが、ピントチェックをしていて驚きました。このコマはどこにもピントが来ていません。前のコマと AF ポイントはほぼ変わらないし、ピントが背景に抜けているわけでもありません。次はもっとひどいです。このコマもボケています。このコマは電車の背面を認識して追いかけていますが、ピントはかなり手前に来ています。このコマは後ろに行くべきピント面が前に移動している感じです。このコマはピントが動いていない感じです。このコマもボケています。かなり大きくボケています。次の瞬間、電車を捉えました。なんと15コマのうち7コマピントを外しています。レンズの性能によるものなのか、ボディの性能によるものなのか、原因は分かりませんが、24-120mm の時だけ2回起こりました。接点の不良などボディ側の原因かもしれませんが、一応24-120の AF には不安ありとしておきます。長チャンネル。ラウンド2、改造感。ピントチェックシートを画面の中央と隅に配置して撮りました。焦点距離 24mm、シャッタースピードは50分の1秒、絞りは開放の F4、ISO はオートです。シングルポイントのオートフォーカスでピントを合わせて、リモートコードでレディースしています。24-70mm F4 の中央部、よく改造しています。24-70mm F4 の周辺部、きちんと改造しています。24-120mm F4 の中央部、よく改造しています。24-120mm F4 の周辺部、きちんと改造しています。どちらのレンズも絞り開放で周辺までよく改造しています。ラウンド3、フォーカスブリージング。畳の上に置いた前後2本のボトルに交互にピントを合わせて画角の変動を確かめます。ホワイトバランスを5200ケルビンに固定したままだったので、やたらオレンジ色の室内になってしまいましたが、画角変動だけ見てください。背面液晶のタッチパネルのタッチ AF を使ってピントを交互に合わせます。24-70mm F4 です。自分が記憶していた通り、このレンズは画角がピクリとも変化しません。
完璧にフォーカスブリージングを抑制しています。ZR のキットレンズに採用されている理由がわかります。24-120mm F4 です。少しだけブリージングしています。ZR にはブリージング補正という機能が新しく入ったので、これくらいは補正できるかもしれませんが気になります。ラウンド4、玉ボケ。左が2470、右が24120です。両方とも絞り開放 F4 で焦点距離は 70mm に設定しました。2470は絞り開放なのにカクついていて、内部も玉ねぎボケで美しくないです。24120はボケの形も内部もズームレンズとしては綺麗です。2470は絞り羽が7枚で、24120は絞り羽が9枚です。2470の完璧なフォーカスブリージングの抑制はフルサイズ動画機に最適なので、今手放すのはもったいないかなと思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。